プロシアの歴史25、30年戦争準備編その6、ハンガリー・トランシルバニアの歴史、シギスムンド・バトリーからステフェン・ボクスケイまで。前回はステフェン・バトリーが亡くなった後、ポーランド王はシギスムンド3世バサーに引き継がれ、トランシルバニア王はシギスムンド・バトリーに引き継がれたというところまで話を進めました。今回はそこからその後のトランシルバニアについて話を進めていこうと思います。トランシルバニアの混迷はシギスムンド・バトリーがトランシルバニア王に即位した時から始まったような気がします。というのは、シギスムンド・バトリーの行動はまるでトランシルバニアの存在意義をどこかに置き忘れていたかのように思えるからです。彼の関心の中心にあったのは自分自身とハプスブルクだったのでしょうか。シギスムンド・バトリーは後に神聖ローマ皇帝となるフェルディナンド2世の姉と結婚しました。ちなみにポーランド王を引き継いだシギスムンド3世バサーの奥さんもハプスブルク出身でした。彼女たちとフェルディナンド2世とは兄弟姉妹だったことになります。これはハプスブルクの婚姻外交政策の一環、ハプスブルクの拡大政策の成果だったように思えます。シギスムンド・バトリー以前のトランシルバニアはハプスブルクとの関係を重要視しつつもオットマンの支配体制を受け入れていました。よってシギスムンド・バトリーがハプスブルクと直接に婚姻関係を結ぶことはオットマンとトランシルバニアの間にあった信頼関係を揺るがすことだったでしょうし、オットマンのハプスブルクに対する警戒心をさらに強めたとも思います。ハプスブルクからの個人的見返りが用意されていたトランシルバニアをシギスムンド・バトリーはトランシルバニアをハプスブルクに明け渡しても問題はなかったかもしれませんが、オットマン体制の下で生計が組み立てられていたトランシルバニア貴族たちにシギスムンド・バトリーの行動は受け入れがたいものだったろうと思われます。議会の賛同が得られないと悟ったシギスムンド・バトリーは自ら王を退きました。シギスムンド・バトリーが差し出してくれる予定だったトランシルバニアが手に入らなくなったところでハプスブルクの予定は狂ったように思います。シギスムンド・バトリーとフェルディナンド2世の姉との結婚も結局うまくいきませんでした。2人の間に生まれた男子をトランシルバニア王とするというハプスブルクの計画も立ち消えとなりました。実質的には離婚同然であったこの結婚は最終的にはローマ教皇による不成立という祭壇を仰ぐ結果となりました。ここに至ってハプスブルクはシギスムンド・バトリーとの関係をご破算とし、代案としてミカエル・ザ・ブレイブをトランシルバニア王に仕立て上げました。ミカエル・ザ・ブレイブはハンガリー貴族ではなくワラキア・ツァーラ・ロマネスカの貴族だったようです。ハプスブルクにすればシギスムンド・バトリーであろうがミカエル・ザ・ブレイブであろうがオットマンへの最前線として自分たちのために戦ってくれる人間がいればその人物をトランシルバニア王としておこうという考えだったように思います。このハプスブルクの独善的で独断的なトランシルバニア王の付け替えがトランシルバニアの人々にハプスブルクへの怒りを募らせていったようです。この怒りの高まりの中からステフェン・ボクスケイが立ち上がりました。トランシルバニア貴族とキリスト教貴族との結婚は通例だったようですが、トランシルバニア貴族とイスラム教貴族との結婚は異例だったようです。このような結婚が慣例だったわけですから、シギスムンド・バトリーやステフェン・ボクスケイがハプスブルクへ近づこうとしたのはトランシルバニアにとっては自然な感情だったのかもしれません。とはいえ、これまでトランシルバニアがハプスブルクに近づきたい気持ちを抱きつつも、オットマンとの関係を大切にしてきたのは、トランシルバニアとオットマンにはイスタンブールがコンスタンチノープルであった頃からの深いつながりがあったこと、それに加えて、大航海時代が幕を開ける前までは、オットマンの総合力がハプスブルクの総合力を上回っていたからではないでしょうか。故にトランシルバニアはハプスブルクとの関係を重要視しつつもオットマンの支配を受け入れていたのだと思います。それが大航海時代が始まってハプスブルクの力がオットマンの力を上回り始めました。トランシルバニアはこれを機会としてハプスブルクへ接近しオットマンの影響力を弱めることに成功しました。ここまでは予定通りだったと思いますが、
ハプスブルクの政治力は想像以上でした。トランシルバニアはハプスブルクに完全吸収されてしまいそうになりました。この危機を打開しようとしてステフェン・ボクスケイが立ち上がった。大まかにはこういった流れだったろうと思います。大航海時代が始まってハプスブルクがオットマンを上回る力を持ち始めた。ここにもう少し言葉を足してみようと思います。最初に大航海時代を代表する大きな出来事を確認しましょう。レコンキスタ、直訳するなら再征服でしょうか。キリスト教勢力がイベリア半島を回復したのは1492年。コロンブスのアメリカ大陸発見も1492年。マゼランの世界一周が1519年から1522年まで。ですからコロンブスのアメリカ大陸発見からマゼランの世界一周まではおおよそ30年間の出来事だったことになります。当時の農業、鉱工業、軍事、人口を正確に比較するのはなかなかに難しいと思います。ですから大雑把に領土面積の広さでヨーロッパとアジアを比較してみようと思います。大航海時代以前の世界はヨーロッパとアジア、それに地中海沿岸。その地中海沿岸もエジプトを除けば基本的にはヨーロッパの一部だったと思います。そしてオットマンのさらなる東にインドがあり、シルクロードの東端には中国があって、おそらくそれで世界は全てだったのではないでしょうか。世界四大文明のうちの3つがアジアに含まれていたことになります。ユーラシア大陸の西端、ヨーロッパとそれ以外のユーラシア大陸全土、アジアを比較するなら、アジアの力がヨーロッパを上回っていたように思えます。それが大航海時代が始まって、そこまではっきりした形はつかめていませんでしたが、大きな可能性を秘めた新世界、南北アメリカ大陸が世界地図に書き加えられました。これら新世界をハプスブルクかイングランドかオランダか、未だ資料は決していませんでしたが、いずれにせよヨーロッパが手に入れつつありました。オットマンは新世界を目指すには、ヨーロッパからはさらなる東の内陸部に位置していました。新世界へとつながる海、大西洋にオットマンが港を確保するのは難しかったように思えます。そしてイベリア半島を失ったイスラムが地中海を西へ抜けて新世界へと向かうのもこれまた困難だったように思えます。ヨーロッパの力がアジアを上回り始めたのではないでしょうか。海の彼方にあった新世界をヨーロッパが手に入れつつあったのは、ヨーロッパは大海を越えて新世界とヨーロッパを結びつけられる船と他者を圧倒できる火力を持っていたからだと想像します。ヨーロッパには海を制する力があったのだと思います。大航海時代が幕を開け、ハプスブルクがオットマンを上回る力を持ち始めたというのはこういった現象だったろうと想像します。話を年表に戻します。シギスムンド・バトリーとステフェン・ボクスケイの違いは、シギスムンド・バトリーがハプスブルクを優先させていたように見えるのに対して、ステフェン・ボクスケイはトランシルバニアを優先していたように見えることです。ハプスブルクへ近づく必要はあったとしても、トランシルバニアはあくまで自主独立を目指すべき。それがステフェン・ボクスケイの信念だったようです。トランシルバニア独立のためにハプスブルクへ近づく必要はあったとしても、ハプスブルクへのカウンター勢力としてオットマンの力も頼まざるを得ないという認識が彼にはあったようです。ステフェン・ボクスケイがトランシルバニア王にふさわしいと考えた人物、それはすでに王を退いていたシギスムンド・バトリーでした。実にシギスムンド・バトリーにとっては3回目のトランシルバニア王即位でした。ステフェン・ボクスケイがシギスムンド・バトリーをトランシルバニア王としたのは、オットマンがステフェン・ボクスケイを懐柔しようとしてきたのを防ぐためと、ハプスブルクとの交渉を有利にするためだったような気がします。シギスムンド・バトリーはハプスブルクが一度は婚姻関係を結んでトランシルバニア王と認めた人物です。彼をトランシルバニア王としておけば、それは当初からハプスブルクが望んだ形であって、元の鞘に収まります。ハプスブルクはトランシルバニアに対する態度を軟化させるだろう
という予測がステフェン・ボクスケイにはあったのだと思います。1606年のステフェン・ボクスケイの行動を振り返ります。1606年6月、ハプスブルクとの交渉ステージで彼は自分がオットマンからも議会からも承認を取り付けたトランシルバニア王であるという立場をハプスブルクに突きつけて、神聖ローマ皇帝ルドルフ2世からウィーンの平和という情報を引き出しました。ウィーンの平和はトランシルバニアの独立と宗教の自由をハプスブルクに認めさせたものでした。同時に彼は自分自身がトランシルバニア王であることもルドルフ2世に認めさせました。ここからがステフェン・ボクスケイの本領発揮だったと思います。彼はウィーンの平和から返す刀で、ハプスブルクとオットマンの間を仲介し、1606年11月、ジトベイトロックの平和をまとめ上げました。ジトベイトロックの平和は、ハプスブルクに有利な形で、ハプスブルクとオットマンとの戦争を終わらせた条約でした。ステフェン・ボクスケイは、ハプスブルクと対峙するにはオットマンの旗を掲げ、オットマンと対峙するにはハプスブルクの旗を掲げて、ハプスブルクとオットマンの間を仲介し、戦争終結を双方にとっての切り札に使って、ハプスブルクとオットマンからトランシルバニアの独立を勝ち取ったのだと思います。そして1606年12月、ステフェン・ボクスケイは暗殺されました。今回は以上です。ありがとうございました。